イリムをあかねちゃんが破壊する。始まります。やあ、闇のやり込みプレイヤー、あかねちゃんやで。付き添いの葵です。前回はブリークフォール墓地をクリアしたな。今回はドラゴンを倒すんだよね。せやで、まずは金の爪をリバーウッドトレーダーに返しに行くで。これはちゃんと返すんだ。持っててもしゃあないしな。それにほれ、これでここのエイダールのホールチーツを自由に取れるようになるんや。ああ、これでまたエルスウェアフォンデュを作れるな。やっぱりないと厳しいの。現時点でのドラゴンの HP が905やからな。これ使っても全然間近が足りん。そういえばそうだよね。どう考えても途中で間近切れするよね。まあ、あの戦闘は味方がおるから、いざとなったら味方に全部任せて隠れてればええんやけどな。できるだけ自分で戦うつもりではあるで。ちょっと思いついたことがあるから、ホワイトランの馬屋に来たで。何？前回、バグで蔵や鎧をつけられないって話をしたやろ？うん。この通り、選択肢を選んでも、そこで会話が終了して、次の選択肢に進むことができないわけやが。ここで一旦セーブしてゲームを終了するで。そしたら、あることをしてから、さっきのセーブをロードするで。あることって、まあ見とき。あれ、英語。せや、要は日本語版やと、会話が終わってまうわけやろ？ということは、英語版に切り替えれば、会話が続くはずや。なるほど。蔵をつける選択肢は、多分これやな。よし、会話が続いたで。おう、あとは、この中からつけたい蔵を選べばええわけやな。とりあえず一番上のやつ選んでみるか。これは店売りの馬がつけてるのと同じやつやな。スタンダードサドルって書いてあったしね。どうせつけるなら、蔵よりも鎧の方が実用的やな。防御力が上がるの？いや、どうも HP にプラス1000の補正がかかるらしい。ドラゴン以上の耐久力になるわけやな。マギさんハイエルフやし、鎧もエルフの鎧にしといたで。もう一つ、鋼鉄の鎧があるが、性能はどちらも同じやで。何してるの？ちょっと、コンソールコマンドで HP を確かめてみてるで。この通り、HP1497 もあるで。これはひどい。落下ダメージ以外で死ぬ心配はほぼないな。ただうちは、馬が死ぬという要素そのものがいらんかったと思うし、これはいい追加要素やと思うで。逃げてくれればいいのに、勝手に戦っちゃうんだよね。ほんじゃ、この状態でセーブして、ゲームを終了するで。日本語版に戻さないとね。そういうことや。というわけで、日本語版に戻してきたで。これで鎧を持ち込めるかどうかだね。実験は成功や。おう、これで、日本語版でも、馬に蔵や鎧をつけられるな。昔のバージョンやと、日本語と英語を切り替えると、丸ごとダウンロードし直しやったから、めちゃくちゃ時間かかったんやけど、今のバージョンやと、日本語から英語への切り替えは、一瞬で済んだで。英語から日本語に戻すには、何かのデータをダウンロードする必要があるみたいで、20分くらいかかったけどな。でも20分なら、割と気軽に切り替えられるね。念のため言っておくが、うちがプレイしてるのは、PC 版やからな。他の機種でできるかどうかはわからんから、各自で試してみてくれ。あくまで自己責任でお願いします。ほい、ホワイトランでなんやかんやして、ドラゴンのとこまで来たで。また大胆にカットしたね。これ以上準備することないからな。ほんじゃ、これが現在のステータスや。中でも、前回と変わってへんけどな。相変わらずレベル2とは思えないステータス。せっかく鎧着せたんやし、リバーにも戦ってもらうか。それはありなの？従者禁止とは言ったが、馬禁止とは言ってない。なんか抜け道臭い。抜け道もまた道って言うやろ？確かに、そうかもね。今うちが作った言葉やけどな。切れそう。塔まで来たら、ここのヘリの上から向こうの柱に飛び乗るで。お姉ちゃんとなんとかは、本当高いところ好きだよね。その言い方やめてくれるか？ちゃんと意味があってのことや。何してるの？いや、なんとかこの距離から当てられんかとな。無理に決まってるじゃん。当たったで、嘘でしょ。さすがにうちも当たるとは思わんかった。ほんじゃ、ここでエルスウェアフォンデュと野菜スープを投入や。いつもの。今回は一緒に賢者の薬も使うで。そんなの持ってたっけ？これはブリークフォール墓地で手に入れたやつやな。多分固定で落ちてるものやと思うで。これで現在のマジカは360。マジカ回復速度はプラス 75% や。強い。ほんじゃ、この位置で戦うことの利点について解説しておくか。一つ目の利点は、車線が通りやすいことやな。この辺りは、砦の残骸が散らばってて、ドラゴンが着地しても攻撃できないことがよくあるんや。その都度移動してたら、その分攻撃チャンスを逃してまうからな。この位置なら移動の時間を省けるってわけや。なるほど。あとは、味方への誤爆をしにくいのもあるな。確かに攻撃しやすそうだね。
前回も言うたけど、エレメンタルフレアは両手で同時に当てるとダメージが減ってまうで。だから片手ずつ当てる必要があったんだね。あ、マジ限れや。まだ全然 HP 削れてないよ。とりあえず魔術の薬で回復するで。焼け石に水じゃない。確かに、そうなのかもしれん。人間の分際でドラゴンに挑もうなんて無謀やったのかもしれん。けどな、葵。うちらの戦いに楽勝なものが一つでもあったか？割とあったような。せや、うちらの戦いはいつもギリギリやった。楽勝なものなんて一つもなかった。そうだったかな。それでも、うちらがこれまで戦ってこれたのは、支えてくれる仲間がおったからや。仲間？レイロフ、お前がいなかったらヘルゲンを脱出することができなかった。なんか始まった。アンドルスさん、あなたが心よく譲ってくれたアミュレット。今もうちの胸で燦然と輝いてます。譲って。バルトヘイムタワーの山賊。お前が話術スキルを鍛えてくれたから今のオチがあるんや。一理ある。ファラルダさん、あなたが教えてくれたファイアボルト。今でもうちの心の奥に大切にしまってあります。一回も使ってないからね。破壊術の素人ローブを託してくれたミラベルさん。いつか必ずあなたの大学案内を受けに行きます。そういえば広場に立たせっぱなしだね。自らおとりを引き受けてくれたイダテンのアーベル。お前の犠牲をうちは忘れない。思いっきり背後から撃ってたような。せっかく鎧を着せてあげたのに、戦闘が始まったら即座に姿を消したリバー。そういえば見当たらないね。イリレスやホワイトランの衛兵だけがない。いろんな人たちの思いと一緒にうちらは戦ってるんや。お姉ちゃん。そして何より、画面の前の視聴者のみんな。みんながおったから、うちはここまで来ることができたんや。あまりの縛りの辛さから逃げ出そうと考えたことは何度もある。その度にうちを引き止めてくれたのは視聴者のみんなからのあったかいコメントやった。うちは一人やない。こんなにも多くの人がうちを応援してくれてる。これまで動画を投稿したりしなかったりを繰り返してきたいい加減なうちやったが、みんなのおかげでここまで来れたんや。これでもう思い残すことは何もない。こいつさえ倒せば全てが終わるんや。ミルムルニル、確かにお前は強い。せやけど、お前は一人や。どんなに強くても一人でできることには限界がある。だがな、人の作り出す絆の力には無限の可能性があるんや。お前はうちに負けるんやない。うちをここまで導いてくれた全てに負けるんや。これが人間の力や。かつてお前が弱者とあざけった人間の力なんや。さあ、これでしまいや。ミルムルニル。人間を舐めるなー。死んでないけど、いや、硬すぎやろこいつ。もう尺稼ぎの限界や。尺稼ぎだったんだ。うちが今まで何本のやり込みを完結させてきたと思ってるんや。コメントが0やろうが100やろうが途中でやめるわけないやろ。ついでに言うとな、やり込み動画ではこういう辛くても視聴者のおかげで頑張れますみたいなことを言うと受けがええんや。あ、キルムー。人間を舐めるなー。絆の勝利や受けがいいとかなんとか。いや、熱い戦いやったな。絆パワーがあと少しでも足りんかったら危なかったな。絆パワーって言い方やめて。ほんじゃ、茶番にかまけて解説できなかったことを解説していくで、茶番って言っちゃったよ。まず、この位置で戦うことのもう一つの利点やけどな。敵に攻撃されそうになった時に、後ろに下がって柱の裏に隠れれば、敵のターゲットがよそに行ってくれるんや。は攻撃しやすいし、回避もしやすい。攻防一体の位置取りっちゅうわけや。なるほど。それと、高貴な生まれやけどな。発動させても敵が飛び回ってる間はまともに狙えんから、効果時間を無駄に消費してまうで。ドラゴンは HP を4割程度まで削ると飛べなくなるから、高貴な生まれを使うのはその後やな。4割までは魔術の薬と自然回復でどうにか削って、あとは高貴な生まれのマジか高速回復効果で一気に削るっちゅう作戦や。結構ちゃんと考えてた。ほんじゃ、リバーも見つかったし、ホワイトランに帰るで。あれ、ドラゴンソウルは？それなんやけどな。現状ではまだドラゴンとソロで戦う準備ができてないんや。確かに。せやからメインクエストはここで一旦止めて、次回から本格的に戦力を増強していくで。それで、次回は何をするの？ AE で追加された魔法の真の強さについて解説する予定や。真の強さ。ここまではある程度準備したとはいえ、通常プレイからそこまで逸脱してなかったと思う。
まあ、そうかもね。というわけで、次回から本格的にスカイリムをぶっ壊していくで。コメント返信のコーナーやで。早速始めていきます。効率を考えたら予定通り AE のクエストやった方が良かったんやが。何か問題でも？この動画、新魔法をまだエレメンタルフレアしか使ってへんからな。他にどんな魔法があるのか早く見せた方がええかなって。それはそう。今回紹介した方法を使えば日本語版でも蔵や鎧を着せられるで。さすがに修正パッチ来るでしょ。公式の修正を待ってるようじゃスカイリムプレイヤー失格やで。どんなゲームだよ。草、車種。スカイリムにおいて馬屋の馬は劣悪な環境で飼育されているという世界観の表れなのかもしれん。作者の人そこまで考えてないと思うよ。やはり呪いをかけておいて正解だった。これ葵が変なこと言わんかったら視聴者さんもこんな米せんかったのとちゃうか？頭の中では考えたはず。これほんま困るんよな。テンポ悪くなるし見た目も間抜けだしね。INI ファイルを書き換えればキルムーブ自体を消せるんやが、これはゲームバランスに関わる要素やから変えられんで。実は雲戦な、まともに戦っても勝てないので部屋の外からチクチク攻撃しますって解説しようと思ってたんや。そうなの？ああ、でもな、本当に勝てないのか試してみたら方法であっさり勝ててしまったんや。試してみるって大切だね。アーベルは自らおとりを申し出た。ええな。あ、はい。難易度レジェンダリーやと序盤は地形や罠を活用せんとまともに戦えんで。1対1やったらどうにかなるが複数が相手やとかなり厳しいな。まあ次回からは逆の意味でまともな戦いにならんかもしれんがな。そんなに？返信は以上やで。コメントくれたニコニコのみんなありがとうな。YouTube でコメントくれた方もありがとうございます。ほんじゃ今回の動画はここまでや。ご視聴ありがとうございました。まだの人はいいねを押すんやぞ。YouTube の方は高評価お願いします。ではまた次回。